回私の周りで、自分の持ってる写真をスタジオジブリ風にした方々がいろいろいらっしゃいまして、なんかね突然自分たちの世界が本当アニメの世界に飛んだような感動となんか興奮があるんですね。ファンタジーがあるんですね。なんか自分たちのなんか退屈な日常というかごく当たり前の日常が突然アニメという形でファンタジーの世界になる。実はこれ今インバウンドの外国の方々が日本に求めてるもので、例えばだから日本の風景ってね、今まではなんか電柱がたくさんあるとかね、なんか例えば看板がいっぱいあるとか、なんかゴタゴタしてるとか、なんかヨーロッパとかアメリカのなんか風景に比べてどうなのみたいなね、ちゃぶ台でなんか一緒にご飯食べてるとか、なんかそういうライフスタイルも含めて、いやそういう日本のライフスタイルってかっこいいのかなっていう疑心暗鬼があったと思うんですけど、これがアニメってことになった途端にものすごくなんか魅力的になるわけですよね。これは僕2025年春ジブリ風画像事件とはい、皆さんオープン AI のねチャット GPT とかが非常に今流行っていて、で、推論なんかをやるモデルだと月$200ぐらい、日本円にすると3万円ぐらい払ってでも使いたいっていう人が出てきてて、僕最近いろんな人と喋ってると実際にはその中国の生成 AI とかいろいろなコンペティターがいるんですけど、オープン AI の今一番の資産は、ブランド力っていうか、もうラージラングエージモデルっていうとチャット GPT みたいな感じになってて非常にうまくいってるんですよね。でCEO のサム・アルトマンさんも非常にバランス感覚のある人で、僕4月に TED というところでサム・アルトマンさんの話を50分ぐらい切ったんですけど、やっぱり非常にバランス感覚、経営感覚の優れた方だなと思って、オープン AI やっぱりこれからしばらくは人工知能生成 AI 市場の中核になっていくと思うんですね。そんな中最近で、オープン AI で一番バズったというか結果として広告効果があったのはですね、なんと皆さん我が日本が誇る宮崎駿さんの、率いるといいますか、スタジオジブリ風に写真を加工する、いろんな画像を加工するっていうのが、これがものすごく流行ったんですね。でそれを使いたいがためにオープン AI のチャット GPT なんかを使うという人が続出して、僕は外国の X なんかをよく見てるんですけども、もうみんながやってましたね。サマロタムさん自身も一時期、ご自身のプロフィール写真を、スタジオジブリ風にして、これ皆さんね、我々日本人にとってはこれから我々はどうやって生きていくかってことを考える上で非常に重要なヒントがここにあると思うんですよ。というのはね、正直に言います。日本ダメです。中国アメリカ2大 AI 大国の狭間で日本の AI 研究はどうもうまくいってない。そもそも投資額が今何千億円当たり前という世界なんですよね。でNVIDIA のその GPU というもともとはビデオゲームを処理するために使われた CPU がですね、チップがたくさんに使われまして、それをもうデータセンターでボン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 って置いて電力消費量が半端ない。投資額も半端ないんだけど、その投資額、最初の投資額だけじゃなくてランニングコストっていうんですかね、月々の電気量だって大変なことになる。それだけの投資をしてかけるわけでしょ。なかなか日本国内でそれができる人がいない。ソフトバンクの孫正義さんはね、その中では起用入ってるんですが、その孫正義さんでさえね、投資するっていう時には外国に投資するんですよね。トランプさんの前に出てきました孫正義さん、サム・アルトマンさんとかね、いろんな方と、スターゲート計画すごいですよ。でもね、外国で投資するんですよ。そんな中やっぱり日本はなんか生きる道何なのかなって、だからその AI ゼネコンって言い方ありますけども、そのファウンデーションモデルっていうね、その一番華々しいオープン AI の、モデルみたいなのを開発する能力はどうも日本にはない。やってもしょうがないんじゃないか。じゃあ AI ゼネコンって言ってなんかゼネコンって悪い意味じゃないんですよ。例えば隈研吾さんが設計してもそれをちゃんとゼネコンの方が作ってくれないと国立競技場できないわけですから、ある意味では現場現場の需要とか実情に合わせて落とし込んでいくっていうのをゼネコンというならば、日本の生きる道って AI ゼネコンしかねえのかななんてじっと手を見るみたいなですね、そんな動きがある中で、あれジブリ
みんなジブリ好きでオープン AI 使ってジブリやってるよってこんなに好きなんだって。じゃあなんでそこでディズニー風じゃないのか、アメコミ風じゃないのか、なんでディズニー風、じゃあ、スタジオジブリ風なのかってのはこれ我々よく考えた方がいいと思うんですね。そこにジブリ的なものの持ってる価値というか、我々日本人が持ってる価値があると思うんですよ。これみんな思うと思うんですよね。なんでジブリ風はあるのにディズニー風はないんだろう、アメコミ風はないんだろうって。実はこれは我々日本の文字と関係していると私は思っているんですよ。というのはね、我々日本はもともと漢字をその中国から取り入れたわけですよね。で最初日本書紀の頃ってのはその漢字でやってたのが、やがてそれが万葉仮名ってのになって、例えば「よろしく」って夜の梅雨の死の苦しみ「よろしく」って書いたりして、そういう形でその文字がないのをそういう漢字で表すってことをまずやったと。そこからなんですよ。我々漢字からひらがなカタカナを作ったじゃないですか。この漢字からひらがなカタカナを作るという脳の働きがですね、皆さんちょっとひらがなを思い出してください。あの文字ってジブリ風じゃないですか。漢字に比べるとなんかまろやかで柔らかくて可愛くて、どうも僕はひらがなカタカナを作った日本人の世界の見方っていうか、これは脳の遺伝子で決まってるというのは文化なんですけど、その子供が生まれてから、育っていく文字の環境の中に、ひらがなカタカナがあって、特にひらがなですよね。ひらがなの丸さ、柔らかさ、ように世界を見るというなんか認知のプロセス、フィルターがやっぱりその世界を見るときにそういうフィルターがかかっていて、それがやっぱり、ディズニーはねアルファベットの国なんで、アルファベットにはそういう意味はないわけですね。そういうなんかその、表意文字だとかその表敬文字などを背景にしたひらがなというものはないわけで、僕はねそれがやっぱり大事。もう一個は実はオノマトペですね。世界でも日本語というのはピカピカ、ギラギラ、サラサラ、ザラザラ、いろんなオノマトペがあるじゃないですか。こういうなんか言葉の中にオノマトペがある国というのはやっぱりその、僕の専門ですけどクオリアですね。そのクオリアに対する分類の細やかさがあるんで、やっぱりそういうことを背景にですね、実はスタジオジブリの風のアニメに象徴されるような世界の見え方の特徴があって、それが実は今日本に世界中の人が引きつけられている理由なのかなとも思うんですよね。でやっぱり宮崎駿さんのスタジオジブリの作品っていうのは、例えばサツキとメイみたいな、例えば「隣のトトロ」の中の子供たちの表情とかですね、キャラクターの魅力とか、絵がやっぱり優しくて可愛くて奥深いということがある。それからその日本のアニメというものがすでにもう国際的なブランドになってるんですよね。今回私の周りで自分の持ってる写真をスタジオジブリ風にした方々がいろいろいらっしゃいまして、なんかね突然自分たちの世界が本当アニメの世界に飛んだような感動となんか興奮があるんですね。ファンタジーがあるんですね。なんか自分たちのなんか退屈な日常というかごく当たり前の日常が突然アニメという形でファンタジーの世界になる。実はこれ今インバウンドの外国の方々が日本に求めているもので、例えばだから日本の風景ってね、今まではなんか電柱がたくさんあるとかね、なんか例えば看板がいっぱいあるとか、なんかゴタゴタしてるとか、なんか電車がチン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 走ってるとか、そういうのがなんか日本というのはなんかヨーロッパとかアメリカのなんか風景に比べてどうなのみたいなね、ちゃぶ台でなんか一緒にご飯食べてるとか、なんかそういうライフスタイルも含めて、いやそういう日本のライフスタイルってかっこいいのかなっていう疑心暗鬼があったと思うんですけど、これがアニメってことになった途端にものすごくなんか魅力的になるわけですよね。日本のライフスタイルがあれ、我々の生きてるこの日本っていう国ってその雑然としたところも含めてアニメというフィルターを通すとすごくなんかいいんじゃないかって。だからそのアニメ風にする、特にスタジオジブリ風にするっていうのがなんか魔法のように感じられる。我々のなんか本当にこの現実を別のところに連れてってくれる、そういうフィルターとしてなんか外国の方々がすごく魅力に感じてるっていうのを今回改めてね、このオープン AI の
アプリを使ってみんながジブリ風にしてるっていうのをね見てて僕は思ったんですね。でひょっとしたらそこに日本の可能性があるのかな。もともと日本って生成 AI 自体を作り出すというよりもそれを使ってなんかいろいろバズらせるとかいわゆるインターネットのミームを作る。絵文字という言葉はもう、英語で国際語になってるわけですけども絵文字を作るみたいなああいうことって我々得意なんで。その一つの、象徴としてスタジオジブリ風というのがあるのかなと。実は私の周りでもですね、あるいはネットの上でもなんか亡くなった方の写真、もう今はいらっしゃらない写真、ご家族で、おじいちゃんとかおばあちゃんとかお父さんお母さんとかその写真をスタジオジブリ風にしたらなんかすごい感動的なね、あれなんか亡くなっちゃったおじいちゃんおばあちゃんがジブリのアニメの中でまだ生きてるみたいな。そのかつて一緒に過ごしたその時間がなんか永遠の価値を持っているようなそういう感動まであるという。考えてみるとだから日本の持ってるアニメというのはもともとはアニメーションから来た日本語になった言葉ですけど、そこになんか日本の価値があるのかなと。もちろん今回ですね、ジブリ風の画像を作るってことについては著作権上どうなのかっていう議論がいろいろあって、でジブリ風は OK なんだけどジブリに出てくるキャラクターを描くっていうのはちょっと今のところできないと。例えばだからトトロ描いてくださいとか私と一緒にトトロがいるところを描いてくださいってことはこれできないと。その AI の方でそれはちょっとできませんっていうようなシステムにもなってて、そこら辺はだからちょっといろいろなんていうかな、これから模索していかなくちゃいけないだろうし、もっと大きな議論としてはスタジオジブリをはじめとしていろんなクリエイターの方が作ってきた、資産ですよね。それをもとに AI が学習してるから、じゃあそれが AI がただ乗りしていいのかみたいな議論はあるんですけど、でもいずれにせよね、僕は今回の、オープン AI の AI でみんながジブリ風の画像を作ってたってのはこれは僕は2025年春ジブリ風画像事件と。2025年春ジブリ風画像事件というふうに名付けたいくらい大きな出来事だったのではないかと。みんなでねそこら辺のことを考えてこのイマジン大学クリエイティブがテーマなんでね、日本の生きる道って何なのかなってゆっくり考えることができたらいいなと思っています。